どうも皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。ちょっとね喋りたいことが5000個ぐらいあるんですけど5000個ぐらいとりあえずですね、今日はバターインプレッツェル挑戦してみようと思います。では早速5000分の1個目いきたいと思います。材料なんですけど、今日プレッツェルを作るんですが、はい、米粉入れました今日も米粉を入れて、プレッツェルのちょっとなんていうの、パサッとした感じが嫌やから、ちょっとそれをね、とりあえず20分こねます。それをちょっと軽減させるために米粉を入れて、しっとりもっちりした感じを表現してみようかなってしっとりもっちりした感じを表現してみようかなって思いました。はい、ということで20分経ったので、今日はね一次発酵をさせずに20分こねたら取り出すという感じで、次分割していきます。でその5000個話したいことがあるわけなんですけど、そのうちの一つがね、もう私 SNS に本当に疲れるというか、もうちょっと言うともうツイッターとかね、私ねツイッターはなんていうの、思いもかけない面白い出来事みたいなとか面白い話とかをやっぱり見つけれるからすごい見てたんですけど、なんかそうじゃなくてね、ちょっと待ってくださいね、整形します。プレッツェルで一番ここきっと大事なとこですよね。で今日はバターインだから、まずバターを入れます。なんかここでちょっとなんていうの、今から横に伸ばしていくんですけど、空洞みたいになっちゃうと嫌だから、ちょっとこのいつもの生地を張らせるっていうやつっていう感じでキュッキュッと巻いて、閉じ目もしっかり閉じてと。そうで、こっからね、今やったみたいに先生たちはね、フィャーってもうなんか10秒ぐらいで伸ばしはるんですけど、それはちょっとね素人ですから、素人っていうかね、私もう初めて作るからそれはできないということで、ゆっくりやります。でなんかね、ポイントとしては真ん中を触っちゃダメなんだって。ぷっくりした部分ね、あそこはもう触らないで、この横のところだけ伸ばしていく感じでやるらしい。そうね。で長さは45センチから50センチぐらいにしたらいいと言っていました。ということで今日はこのピンクのシートの横幅ぐらいがちょうどそれぐらいの長さなんで、それ目指してやっていきます。そうでね、私右利きだから右ばっかり伸びていっちゃうんですよ、力が入って。だからちょっと左もね意識して伸ばすように、ちょっと足りなかったらね、こうやって最後微修正して伸ばしてみましたと。からのなんかここをくるっと1回転ぐらい1回転させからのビョン、どうでしょうかちょっと最後適当になったけど、ビョンとしまして、オーブンシートに乗せて完成と。はい、できたできましたということで、これを次々やっていきたいと思います。こんな感じでできたんですけど、ここで微修正するんだって、ちょっと形がねいびつだったので綺麗にしておきました。はい、ということで、ここから40分置いてからの20分冷凍するねって。なんで冷凍するかっていうのは先生なんかはっきりは教えてくれないんかったんやけど多分あれかな、なんか短い時間で形をパッキリさせるためなのかなと勝手に妄想しました。ということでいろいろと準備していくんですが、さっきの話ね、SNS に疲れてるっていう話なんですけど、そのさ、楽しい情報の中にすっごい文句とか悪口、なんかわけわからん意見なんかさ、もう
がむしろ多くなってきてるやん、最近。もうなんかさ、私はね、楽しいことを見たいのに、嫌でもそれがなんか目に入ってくるようになっちゃったから、もう最近あんまり見ないようにしてるんですよ。で、結局行き着いた先が30秒ずつ茹でていきます。でね、その行き着いた先がね、ちょっと待って、入れすぎたんですよね、これ。なんか、ベーグルの要領でちょっといったら、これやっぱりね、プレッツェル形が繊細だから、ちょっとね、形がね、崩れそうになっちゃって、ひっくり返すときも、ちょっとそっとやってるんですけど、だからね、こんなに入れない方が良かった。もしくはちょっとお湯の量もうちょっと増やした方が良かったか、まあどっちかですね。ただもうここまで来てしまったらやるしかないので、ちょっと丁寧にやっています。でね、ごめんなさいね、話が行ったり来たり、さっきのもう SNS を見ませんなんですが、だから YouTube でこの前も言った DNC シャオグーさんってね、中国の自給自足してはる方の YouTube とか、そういう自然系のね、なんか優しいやつをすごい見てたり、あと最近ね、私なんか海に釣りに行くのにハマってて、まあ、その釣れるかどうかっていうよりかは、やっぱりその海の近くにまあ、人があまりいないところでね行くっていうのにすごい癒されてるんですよね。そう、2人いるかのように5個目を今追加しました。で、なんかまあそういう、まあ、自給自足とまではいかないけど、そういう自然な生活をしたいなって思う中でなんか見ました？先週のニュース。東出昌大自給自足生活みたいなの見ました。専任化してるみたいなやつ。いや、笑い事じゃないね。だからいつもそうやって、SNS から見るメディアの情報がですね、私の綺麗な気持ちを汚していくわけ。わかる？はい、ということで焼いていきましょう。今日はね、段ボールがなかったので牛乳パックでやってみたんですけど、このめっちゃ引き出しやすかったですね。で、まあ、若干ね、なんかシワシワっとしてた感じはするんですが、210度20分焼いていきます。さて今日はどうなりましたでしょうかと。なんか、こっちはすっごい可愛い。けど、もう一個だけなんか爆発してますね。これね、多分私、一個だけすっごい心に迷いが出て巻いたやつがあったから、それやな。ただ見てください、これ。めちゃくちゃいい感じじゃないですか？裏もね、いい感じ。シワシワ感もないですよね。これね、ちょっと心に迷いが生じて、一個だけ爆発しましたけど、皮もいい感じ。バターもね、中にちゃんと収まりましたね。割ってみます。そんな感じになるんやな。いや、写真がさ、元々のやつがバターが詰まってたから、ちょっとそれ想像したけど、そりゃそうやな。溶けてるけど、いい感じやし、生地もね、良さそう。いただきます。これ、美味しい。皮のパリパリと中のパサつきは全くないですよ。バターのおかげと米粉も最高。もうこれはね、完璧です。皆さん。ではちょっと引き続きこの棒のところね、ここいただきます。はい、美味しい。プリッツな味するわ。ちょっとね、パン生地っていうよりかはカリッとした感じにできてましたね。今日はね、プレッツェルのパサッとしたのがちょっと嫌だったので、しっとりした感じになるかなと思ってバターインプレッツェルに挑戦してみましたが、なかなか最高の出来になりましたので大満足です。SNS に対してね、ちょっと文句言っちゃいましたが
まあこれからも楽しく YouTube 更新していこうと思います。ということで、本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。